こんにちは。今回は崩れにくいファンデを使ったのにこんな崩れ方をしてしまった、そんな時の対策についてお話ししていきます。というのも、私は脂性肌なのに脂性肌さん向きと言われる崩れにくいファンデを使ったら汚く崩れてしまったんですよね。そんな苦手を克服したくていろいろと工夫してきました。で、綺麗に仕上がるコツが見つかりましたので、そんなメイクのコツをご紹介していきます。ベースメイクの崩れ方にも皮脂崩れ、乾燥崩れ、もろもろが発生するなどいろいろとあると思うんですけど、今回克服したかった汚い崩れ方はこんな崩れ方です。崩れにくいファンデでメイクして15分ぐらいでファンデがムラになり毛穴落ちする、たるみ毛穴が目立つ、メイクして5時間後ぐらいに粉っぽく皮むけのような崩れ方をする、こすってないのに擦れたような崩れ方をするという現象です。これは乾燥崩れの一種なのかなと思ってスキンケアで保湿してみたり、保湿下地を多めにつけてみたり、ファンデにオイルを混ぜてみたりしたんですが、あんまり改善しなかったんですよね。で、試行錯誤を続けて一番の原因はベースメイクの順番なんじゃないかなと思いました。これまでに投稿してきた汚く崩れないベースメイクの動画では、いつもしっとり系下地の後にサラサラ系下地を塗って、しっとり系のファンデの後にサラサラ系のお粉で仕上げていました。アラフォー脂性肌の私としては、皮脂は出るけど乾燥するとたるみ毛穴が目立つんですよね。なのでしっとりアイテムでたるみ毛穴を防止して、サラサラ系アイテムで皮脂を抑えていたんです。あと、しっとりしたアイテムの後サラサラしたアイテムを乗せることで一貫セットできるんですよね。それでベースメイクの薄い層を2つ作るイメージでメイクしていました。つまりしっとり下地、サラサラ下地でセットして1層目、しっとりファンでサラサラパウダーでセットして2層目っていう感じにしてたんです。で、今回変に崩れてしまったメイベリンやレブロンのファンデの特徴を考えてみたら、どちらかというとサラサラ系のアイテムかなと思いました。なのでメイクの順番を見直すと、しっとり下地、サラサラ下地、サラサラファンデ、サラサラパウダーって使っていて、サラサラが3回も続いていたんですよね。このサラサラの連続がおそらくたるみ毛穴や粉っぽい崩れ方になっていた原因じゃないかなって思いました。で、ベースメイクの手順を考え直して、サラサラファンデを中心にしっとりとサラサラが交互に来るようにしてみました。スキンケアの段階でしっとりクリームをまず入れて、でサラサラ下地、しっとり下地、サラサラファンデ、しっとりパウダーにしました。しとサラしとサラしとの順ですね。で、これで随分綺麗に仕上がるようになったので、やっぱりサラサラ特性が連続するのは良くないのかなって思っています。で、このしっとりとサラサラを交互に使うっていう話はこの後も出てくるので、とりあえず一皿理論って呼んでいきます。で、この一皿理論以外にも細々と工夫がありますので、この後詳しくお話ししていきます。で、いつものスキンケアの最後に高保湿クリームを塗っていきます。で、今回使ったのはアンブリオリスのアンブリオデルムモイスチャークリームです。アンブリオリスはモイスチャークリームという青いパッケージのクリームが有名かと思いますが、私は赤のエイジングケアタイプが気に入って使っています。今はパッケージがリニューアルしたらしいんですけど、中身は変わっていないそうです。で、このクリームの特徴としては、エモリエント効果や保湿効果のある植物成分が乾燥肌や年齢を重ねたお肌に潤いを与え、滑らかに保ってくれるそうです。また、保湿効果のあるコラーゲンとエラスチンが張りを与えます。ということで、塗るとお肌がもっちりするクリームなんですよね。で、秋冬に必ず追加するクリームで、毎年秋冬の間に1本使い切ってしまうぐらい愛用しています。で、今は3本目を使っています。で、ちょっと化粧品っぽい香りがあるので、香りが気になる方は店頭でご確認ください。で、いつも通りのスキンケアの最後に小豆一粒大くらいを手のひらに伸ばして、肌の表面を薄くコーティングするイメージでスタンプするようにつけていきます。保湿力がすごく高いクリームなので、少量でかなり潤います。肌の上で滑るほどの量をつけると多いので、少量を手のひらに伸ばして、それを顔にスタンプするぐらいで私はちょうどいいです。で、適量としては顔はしっとりもっちりするんだけど、必要最小限についているくらいにしたいです。
で顔にスタンプし終わったら、手のひらにあるクリームの残りを手の甲に塗って、しっとり感が薄まった手のひらでもう一度顔を覆ってクリームをなじませます。あと私的には眉や目周り、生え際はこのクリームを塗りません。保湿力がとても高いので、アイメイクとか生え際シェーディングがよれることがあるので避けています。化粧下地です。いつもはしっとり下地の後サラサラ下地でしっとり系のファンデーションに進むんですけど、今回はファンデーションがサラサラ系なので、一皿理論から逆算してサラサラ下地、しっとり下地の順で塗っていきます。サラサラ下地はいつも通りプリマビスタスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止下地で、今回はこれまで顔に塗るところを動画に出していないメロンを使っていきます。しっとり系はウォータースプラッシュサンクリームセラミドを薄く塗布します。どちらも薄く塗布しますので、つけすぎたら手や首にも伸ばして、顔の量は極薄で重ねてください。下地を塗り終わったらこんな感じです。ちなみに何パターンもメイクの順番を試してうまくいかなかった例も紹介していきます。あくまで私の手持ちのアイテムの場合なんですけど、プリマビスタの直後に崩れにくいサラサラファンデをつけたら必ずムラやたるみ毛穴が発生しちゃいました。でかといってプリマビスタを使わないと、私の場合皮脂でドロドロっと溶けて崩れてしまうので、脂性肌アラフォーの私的にはプリマを仕込むのは必須かなと思いました。あとしっとり系下地についてなんですけど、肌にフィットするタイプの保湿下地はたるみ毛穴やファンデの毛穴落ちにつながりやすかったです。例えばフィット力のある保湿下地としては、ポール&ジョーのモイスチュアライジングプライマーやティルティルのマスクフィットトーンアップエッセンスの質感を見てみたいと思います。エスポアは塗った後も肌の上に潤いが残って、ファンデを塗るときにファンデと肌の上でブレンドされながら塗り広がっていくっていう感じがあるんですけど、ポルジョやティルティルみたいな乾いてフィットするタイプの保湿下地は今回使った崩れにくいファンデとは合わなかったです。私の場合ですけどね。で、あと肌色補正が高い1本で仕上がるタイプの肌色系の下地っていうのも合わなかったです。はい。では次ファンデーションです。ファンデーションは冒頭でもお見せしましたが、レブロンカラーステイロングウェアメイクアップリキッドファンデ普通肌混合肌用の150番、標準色より明るいカラーで黄色めのカラーにしてあります。でメイベリンのフィットミーリキッドファンデーション R112 という少し明るめで中間色の中のピンク味のある方を選んでいます。ちょっと色味は違っているんですけど、薄く塗っていくのであまり気にならないかと思います。でどちらもドラッグストアで購入できる人気のファンデで、ロングラスティングになるっていうところがポイントのアイテムです。ツヤタイプも購入しましたが、ツヤじゃない方のアイテムが今回克服したかった崩れ方が目立ったので、こちらの2つで半眼ずつメイクをしていきます。でツールですが、私的にはロージーローダのマルチファンデブラシが良かったです。最初はスポンジ、濡れスポンジ、スパチュラ、いろんなファンデブラシを試しました。でもファンデの速乾性が高いせいか、塗り広げるのに時間がかかると、すでに毛穴に入ったファンデが乾き始めて毛穴落ちの原因になっているかなっていう感じがありました。なので表面積が広めで毛先が平坦で毛の密度がみっちりしているタイプで、ムラなくパパッと塗り広げるのが良かったです。まずレブロンをつけていきます。で私はハンポンプで全顔に使っています。私なりの使い方としては、ブラシに均一にファンデがつくように手の甲にファンデを縦長に広げてブラシになじませます。点置きしたファンデだとブラシの一部分についちゃって塗り広げるのに時間がかかります。手の甲をパレットみたいにしてブラシに均一にファンデをつけるのが時短だと思いました。で顔に塗るときなんですけど、ブラシの毛先が毛穴の奥底に届く程度に肌に沿わせながら、でも肌を引っ張らない程度の力加減でゆっくりスーッと伸ばしていきます。塗り残しができやすい深い毛穴がある場合はいろんな方向からブラシを動かして塗ります。雑に塗ると毛穴の奥底に塗れなくて、後で浜辺のカニ穴みたいにぽっかりと穴が開いてしまうこともあります。そうなると後々直すのが面倒なので、毛先を毛穴の奥底に沿わせるように丁寧に塗るのがいいと思います。でこれなんですけど、うまくいくと優しくブラシでマッサージされているようですごく気持ちがいいので、ぜひ試してみてください。で鼻の横から頬に塗り広げていって、
口周りやおでこを塗っています。最後にブラシに残ったファンデで鼻を塗りますが、私の場合鼻の毛穴が一番深いのでくるくるしながら塗布しました。レブロンのファンデの仕上がりはこんな感じです。シミは透ける仕上がりです。このくらいファンデが残りました。拭き取ります。このロージーローザのブラシはブラシクリーナーを推奨していないので、ティッシュでブラシを拭けるだけ拭いて、メイベリンも同じようにつけていきます。メイベリンも半ポンプで全顔を使いますが、今回はいつも全顔で使ってる量で半顔を塗っているので、ブラシに量を多く取りすぎました。メイベリンのファンデが悪いわけじゃなくて、ちょっと量が多すぎて部分的に厚くついちゃってるところがあるかなとは思うんですが、ちょっと私のミスなのでご了承ください。先ほどと同じように鼻の横から頬に塗り広げて、口周り、おでこを塗っていきます。最後に残ったファンデでブラシをくるくるしながら鼻の方を塗っていきます。で、メイベリンの方は量が多くて小鼻が揺れたのでやり直しています。メイベリンだけじゃなくてレブロンもなんですけど、私の肌には重ね付けに向かなかったので、極薄に塗るのがポイントになってきます。なので使うファンデの量の調整が肝になるので、その点気をつけてください。メイベリンのファンデの仕上がりはこんな感じです。こちらもシミが透ける仕上がりになったかなと思います。で、シミの部分にティルティルのマスクフィットオールカバーデュアルコンシーラー01のチップの方を使いました。このコンシーラーはチップとスティックがついているタイプで、スティックはまだあまり使ってないんですけど、チップの方は結構いいと思っています。で、点でつけて数が多かったので、MAC の270番ブラシでぼかしました。ブラシの柄の部分の触り心地が好きじゃないので、髪の毛用の輪ゴムをくくりつけています。滑り止めにもなっていいんですよ。コンシーラーはトントンと垂直に当ててぼかしました。隠れなかった何箇所かだけ重ね塗りして、今度ブラシを小さいのに変えて、エルフのアイコントアという小さめの指型ブラシでコンシーラーの輪郭をぼかしました。コンシーラーを塗った後はこんな感じです。次、パウダーです。パウダーは限定品ですが、エクセルのエクストラリッチパウダー2023の02ピーチグローです。毎年秋に発売されているスキンケア効果のあるしっとりとしたパウダーです。7色の微細パールが配合されていて、ツヤ感が綺麗な仕上がりになります。いつもはしっとりファンデにシリカ主成分の皮脂吸着系のサラサラパウダーを使ってきたんですが、サラサラファンデの後にサラサラパウダーをのせると、やっぱり粉っぽい乾燥が気になりました。サラサラファンデにはしっとりパウダーが良かったです。そうすることで粉っぽい崩れとか皮むけのような崩れはなくなりました。このパウダーをブラシでさらっとつけます。フィリミリのシルキーパウダーブラシ L883 に粉を取って、蓋でブラシになじませてから顔全体に薄く塗布します。パール入りですが、そんなに目立つ感じではないですし、しっとり系のお粉ではありますが、マスクにつきやすいっていう印象も特になかったです。このエクセルのパウダーの最新版は11月7日火曜日に発売されるそうです。Amazon で先行販売も行われていましたので、気になる方はご確認ください。ただ、眉や生え際はもっとサラサラにしたいので、いつもの皮脂吸着系のパウダー、イニスフリーのポアブラパウダーを使いました。使ったブラシはさっきのフィリミリのシルキーパウダーブラシの M サイズの方 M882 です。仕上がりはこんな感じです。あらは完全に隠せはしませんが、このくらいのカバー力の方が崩れが気にならなくていいかなと思います。もう少しリアルに映るように近づいて撮ってみました。これまでの毎日ベースメイクのリキッドファンデの方は素肌が綺麗な人っていうような極薄なベースメイクにしていたんですけど、今回のメイク方法だとファンデのカバー力にパウダーの色味もプラスされて、端正な肌というかな、ちょっと化粧をちゃんとしてるなっていう雰囲気に仕上がったと思います。ビフォーアフターはこんな感じです。
時間経過を見ていきます。メイクして1時間後です。レブロンは特にたるみ毛穴は目立たなかったんですが、メイベリンはちょっとつけすぎてしまったっていうのもあって、ほうれい線のあたりのたるみ毛穴が目立っていました。普段量を適切に塗れている時はこういったたるみ毛穴は起こってないので、ちょっと今回は塗りすぎたかなと思います。メイクして11時間後の状況です。特に汚く崩れてはいないと思います。10月23日に撮影したので暑い時期ではないですが、9月の暑い日に同じメイクをした時も汚く崩れてなかったです。ただメイベリンは少し量を塗りすぎたせいか、ほうれい線のあたりのたるみ毛穴感がちょっと気になりました。これまで同じメイク方法をしてもメイベリンもレブロンも両方綺麗にキープできていたので、今回はメイベリンの方の量を塗りすぎてしまったかなっていう感じがします。皮脂をティッシュオフしてみます。ティッシュに皮脂はついてますが、あんまりファンデは取れてないかなっていう感じがします。ティッシュオフした後の肌も綺麗かなと思います。この日はマスクをしていなかったので、ちょっとマスク検証の代わりにティッシュで顔を10往復ぐらいこすりました。レブロンもメイベリンもティッシュにもそんなについてないし、肌もそんなに汚く崩れなかったかなと思います。メイクのコツをつかむ前後も比較しておきます。で、ここまでお話ししてきた通り、メイクの順番はしとさらしとさらと交互にしていくとうまくいきやすい面がありました。で、今回ご紹介した以外の流れで、しっとり下地サラサラ下地の後、スキンケアのしっとりクリームサラサラファンデしっとりパウダーにしても良かったです。というのも、私の休日の朝は日焼け止め効果のある化粧下地をしっとり系サラサラ系と重ね塗りして、で外出する直前にファンデを塗るっていうことも結構あるんですよね。で、外出する前にメイベリンかレブロンのファンデを使いたいって思った時に下地からやり直すのが面倒だったので、とりあえずしっとりクリームを上塗りしてサラサラ系ファンデを重ねたんです。それでもサラサラ系ファンデは綺麗に塗るし、下地もよれなかったし、汚く崩れなかったし、良かったです。これアンブリオデルムのクリームが優秀ってこともあるかなと思います。アンブリオデルム以外にもキュレルのモイスチャーバームやイプサの美容液スティックで保湿してからサラサラファンデを塗るってこともしてみたんですけど、この中ではアンブリオデルムが一番良かったかなと思います。で、このメイクのいい点なんですけど、今まで苦手だって思っていたアイテムが使えるようになれてよかったです。崩れにくいファンデは今回使ったもの以外でもエスティローダーのダブルウェアとかシュ上村のアンリミテッドラスティングフルイドもたるみ毛穴ができやすくて苦手意識があったんですね。でもこのメイク手順で使うとたるみ毛穴が目立たなかったです。あとしっとり系のパウダーもいつもは毛穴落ちしやすいなと思って使えなかったんですけど、サラサラファンデと組み合わせることで使えるようになったので、また今後もしっとり系のパウダーもいろいろ使ってみたいなって思いました。今まで苦手だなって思っていたアイテムが使えるようになって、ベースメイクの仕上がりの選択肢が増えてよかったです。このメイク方法のデメリットなんですけど、工程が増えるかなと思います。今までのリキッドファンデを使ったメイクだと4品で終わっていたんですけど、このメイク方法だと6品使っています。少し塗るコツなどもいるのでちょっと手間かなという気はしました。で、あとブラシ塗りなのでブラシを洗う手間はかかるかなと思いました。ロージーローザのブラシはリキッドのブラシクリーナーを推奨していないので、汚れが気になったら洗うっていうことになります。個人的には使った直後にティッシュで拭いておけば毛先の質感は変わらないから、しばらく洗わなくても大丈夫なんですけど、毛先の質感が変わってきたらやっぱり洗わないといけないんですよね。1本750円くらいのプチプラブラシなので、2本持っといても正直いいかなとは思いました。まとめです。で、今回は苦手なファンデでもベースメイクの順番をしっとりサラサラの交互に来るように工夫してみるとうまくいくかもよっていうことをお伝えしたい動画でした。
必ずしもどんな肌質、どんなメイクアイテムでも通用するコツではないかもしれませんが、順番を変えるだけなら簡単ですので、崩れが気になる時に一度試してみてほしいなって思います。こんな感じでこのチャンネルでは購入品のコスメレビューや私なりのメイクのコツをお伝えしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。いつもコメントはありがとうございます。ではではまた、バイバイ。